すごく良いケーブルなんだけど、トリポーインはバランス接続を認めないみたいだ。というわけで、やっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回は堅くなに 3.5mm バージョンのみを発売するトリポーインの新作ケーブル2本目、トリポーインソルスティスを紹介するぞ。このケーブル、外装的には昨日紹介したミラージュの銀メッキ版、といった立ち位置。ソルスティスは、アップグレードケーブルとしては細めで扱いやすい4芯編み込み線で、QDC、MMCX、そしてこの2ピンの、3つの接続方式が選べるケーブルだ。最初に言った通り、リケーブル勢に人気の 4.4mm や 2.5mm 波設定がない、在庫の選択肢を狭くすることで、より低価格化を狙ったものかと思える。その理屈はわかるんだけど、バランス環境に最適化した DAP なんかを持ってる人には、どうしてバランスプラグがないんだと、言わざるを得ない仕様ではあるよな。次回のシリーズか、次のアップデートで、バランスケーブルが追加されることを期待しよう。プラグなどの部品はアルミ系の合金で作られていて、洗剤以外の金属部品も軽量となっている。取り回し、柔らかさも秀逸で、何にでも使えるライトなケーブルと言えるだろう。また、この、ソルスティスとミラージュは、それぞれ、銀メッキ線、純銅線を持つんだけど、ミラージュの時点でかなりハキハキとしたサウンドを実現しているので、こちらがどのような音になっているのかが楽しみだ。ちなみに、ただの銀メッキ線ではなく、合金配合などを改良したモデル。実は、このソルスティスと同名のケーブルが2年前に発売されていて、今回のモデルはそのさらにアップデートされたバージョン、ということみたいだ。トリポーインのケーブルは、ここまでも低価格で外れのないラインナップだったので、今回も期待しちゃうな。で、その音色なんだけど、今回は目指してる方向性が近そうなので、感触サウンドを得意とする、DRNV90 を引っ張り出してきてみた。聞いてみた感想は、おっと？これはトリポーインが 3.5mm しか設定しなかった理由がちょっと分かった気がする。このソルスティスは銀メッキ線、似たような仕様を持つ純銅線のミラージュでも同じ傾向があったんだけど、綺麗に高音域が伸びて、分離感がしっかりとある。また、低音が痩せることもない。3000円台のケーブルには、多くの対抗馬が生まれているけど、明瞭に、キレの良い音を求めている人にはおすすめのケーブルだ。ミラージュ同様に取り回しは最高レベルに良いので、標準ケーブルから取り回しを変えず、むしろ改善して、音質も改善することができる。また、価格的にも、アンバランス接続のアンプや DAC と組み合わせる、お手頃な価格のイヤホンに合わせて、大幅に明瞭感や改造感を引き上げることができるな。ポジションとしてはジアレイなんかに近いんだけど、アンバランスでのメリハリの強調は、こちらのソルスティスの方が優秀に感じる。空間もしっかりと広いので、久しぶりにあれ？別にバランス接続しなくてもよくね？と感じさせる一本だった。高音域はきらめきが強く、BA ドライバの特性や高質なダイナミックドライバの高音域をしっかり引き出せる。特に、高音はハキハキしていないと嫌、という人におすすめだ。当たり前だけど、ミラージュよりこちらの方がこの高音の金属表現の力強さはしっかりとある。より元気でハキハキしたサウンドが好みならこっちがおすすめになるぞ。また、2000円から3000円くらいの価格帯のケーブルは、銀メッキ線に限ると、高音域の金属音のキレなんかは、このソルスティスと変わらないくらいしっかり出るんだけど、その後の分離感が柔らかくなるケーブルが多い。それに対し、ソルスティスは、中高音域の分離がはっきりしていて、一般的にバランス接続よりも分離感の落ちる、同じ DAP でのアンバランス接続でも、はっきりとしたサウンドで音が鳴らせるぞ。そのため、このケーブル、低価格環境で、よりハキハキとした音を鳴らしたい時に最適なケーブルとして仕上がっている。逆に、バランスだとちょっとうさんくさくなっちゃうかな、という印象。これは、外使いで省電力に使いたい小型 DAC なんかと組み合わせるのに最適で、現実的な環境向けに作られた、最適解と言えそうだ。というわけで、はっきりとした改造感と、最高の取り回しを得たいなら、あえて 3.5mm のソルスティスを試してみてくれ。低消費電力、使いやすさ、サウンド、どれをとっても満足できるだろう。より派手になりすぎない音なら、昨日レビューした、トリポーインミラージュもおすすめだ。ただ、ソルスティスの方が味付けがしっかり強いので、味変目的ならこっちがおすすめだな。といったところで今回はここまで。リケーブルはいつも難しい。